今日は多くの方からリクエストをいただいていたので、ホンダの ADV160 に試乗しています。私が先代モデルである ADV150 に乗ったのは随分前のことなので、細かい部分での比較はできませんが、今日ここに至るまでに市街地や高速道路を走ってきた印象としては大きく進化しているなという気がしています。それについてはおいおいコメントするとして、今日の試乗コースですが、いつも通りこれから峠道を走ってこのモデルの基本的な乗り味を確認しつつ、時間があれば高速道路で移動してダートを走り、そしてまた高速道路に戻ってきてこのモデルのライディングポジションや高速巡航性能、装備品、最後にこのモデルの良かった点悪かった点などのまとめをコメントしていきたいと思います。ですのでこの試乗インプレも2本の動画になると思います。それら2本の動画を通して見ていただくことで、このモデルの特徴についてはおおむね理解してもらえると思うので、ぜひ見ていただければと思います。それでは今回試乗したホンダ ADV160 の外観、主なスペック、装備などを確認していきましょう。全長は 1950mm、全幅は 760mm、全高は 1195mm、ホイールベースは 1325mm、最低地上高は 165mm、シート高は 780mm、車両重量は 136kg、タイヤサイズはフロントが 1108014 インチ、リアが 1307013 インチ、エンジン形式は水冷4ストローク4バルブ OHC 単気筒、ボアストロークは 60mm×55.5mm、総排気量は 156cc、圧縮比は12、最高出力は16馬力8500回転、最大トルクは15ニュートンメーター6500回転となっています。4バルブ化、ショートストローク化により出力を向上させるとともに、アイドリングストップ機能を内蔵し、環境性能、経済性を向上させた ESP プラスエンジンを搭載しています。また、ホンダセレクタブルトルクコントロールを装備しています。このモデルのキャラクターを反映し、サイレンサーにはスポーティーな外観が与えられています。フレームは PCX160 をベースとし、スクーターながらダブルクレードルフレームに近い構造を採用しています。それゆえフラットフロアではありませんが、剛性感に優れる走行感覚を実現しています。サスペンションはフロントが整列タイプのテレスコピックフロントフォーク、リアはリザーバータンク付きツインショックを持つユニットスイング式を採用しています。フロントブレーキは日清製片押しタイプ2ポットキャリパーとウェーブ形状のローターを持つシングルディスクブレーキ、リアも同じく日清製片押しタイプ1ポットキャリパーを持つウェーブ形状のシングルディスクブレーキとなっています。またフロントのみ1チャンネルの ABS は標準装備です。ハンドル周辺のデザインはご覧の通りとなっています。ハンドルバーはテーパー形状で、メーターパネルは大型の反転液晶タイプ、タコメーターをはじめとする多彩な表示機能を持っています。左右のスイッチボックスはホンダの一般的なタイプを採用。左右のブレーキレバーも同様で、パーキングブレーキなどは装備していません。ステップフロア、格納式タンデムステップの外観はご覧の通りです。スマートキーシステムを採用し、鍵を取り出すことなくメインスイッチのオンオフ、給油口やシートの開閉が可能です。燃料タンクの容量は約 8.1 リットル。給油口リッドを開けると、給油口の上に便利なキャップを置くためのスペースが設けられています。シート形状はご覧の通りです。シート下ラゲッジスペースの容量は約29リットルで、コンパクトなものであればヘルメットを1個収納可能です。
残念ながら撮影当日着用していたヘルメットを入れてみると、シートをスムーズに締めることはできませんでした。その対応のためか、ヘルメットのヒンジ周辺にはヘルメットホルダーが設けられています。強固な金属製グラブバーは標準装備です。また、ハンドル下左側には USB タイプの電源ソケットを持つグローブボックスを装備しています。ウィンドスクリーンの下左右にはノブがあり、これを同時に引き出すことで工具を使用することなくウィンドスクリーンの高さを2段階に調節することができます。透過器類はウインカーを含めて全て LED を採用。センタースタンドも標準装備です。それではいつもの峠道を走ってみます。まずはスロットルを閉じてゆっくりと走ってみます。今だいたい速度ぐっと落ちて30キロそこそこといったところ、このモデルはタコメーターがついているので回転数を見ますと、そうですね、5000回転弱といったところです。で、先代の ADV150 と比べてこの辺りが大きく変わったポイントなのではないかと感じているのですが、この低い速度域でのちょっと重厚感のある走り、こうしてゆっくり走っていてもパワーというよりもトルクが一段上乗せされているなという感じがしています。この状態からスロットルを大きく開けると、今6000回転までぐっと回転数が上がって加速し始めたという感じなので、この辺りに関しては一般的なスクーターとそんなに変わらないかなといった印象です。ただ、ある程度このように速度が乗ってからのこのスロットルの開け閉めに関しては比較的機敏に反応するようで、かつてのエンジンの回転数だけどんどん上がってしまって速度がなかなかついてこないといったスクーターたちとはやはり若干違うような気がします。今速度はだいたい50キロぐらいなので、この状態であればこのように右手の開け閉めに対してエンジンの回転数も反応しますが、速度もそれにつれて増減するといった感じ。最近のスクーターはこういった右手の操作に対して徐々にではありますが、こういったリニアな走行感覚というのも実現してきていて、この辺りはさすがに新しい世代のスクーターだなという気がします。ここから徐々に上り坂が始まるのですが、スロットルをもうちょっと上げてみます。CVT なのであくまでも滑らかにという感じではありますけれども、こういった上り坂で、このモデルは約 160cc の排気量ということですけれども、その排気量なりのですね、加速力は十分に発揮されているといった感じです。こうして走っている分には 250cc クラスのスクーターともそんなに遜色がないかなといったぐらいで、なかなか速度の乗りもいいと私は感じました。それではここから上り勾配が徐々にきつくなってくるので、フルスロットルまで使ってみたいと思います。デジタル表示の速度計を見ますと、あくまでも1キロずつ着実に上がってくるといった感じで、こういった上り勾配の峠道では有り余るほどのパワーがあるという感じではありませんが、それでもライダーにストレスを与えない程度の加速力は十分にあって、そして先ほども言った通り、やはりこういった上り勾配でもこのモデルは速度の乗りがいいなという感じです。で、今上り勾配なので先ほどからフルスロットルにする時間が長くなっていますが、エンジンの回転数としては6000回転弱、そこからはエンジンの回転数もなかなか上がってこないという感じではありますが、エンジンの回転数は上がってこなくても徐々に速度は増しているんですよね。この辺りもエンジンのトルク、パワーが上乗せされているということではないかと思います。で、先ほどからエンジンの音は収録できているのではないかと思いますが、排気音は PCX と比べるとややこちらの方が野生的というかワイルドというか荒々しいというか、
あくまでも排気音の中にも元気の良さが表現されているような、そんな音ではないかと思います。でも先ほどから2度3度コメントした通り、このモデルは結構速度の乗りがいいので、排気音としてもこれぐらい元気がいい方が私はマッチしているのではないかと思います。ここからさらに上り勾配がきつくなってきます。今スロットルを一度閉じて開け直したんですが、ああいった時でもやはりスムーズにトルクが発揮されるようで、こうした峠道を走っていてもストレスは全く感じません。先ほどコメントした通り、排気音は結構勇ましいのですが、エンジンのフィーリングとしてはあくまでもスムーズ。こうして走行中は本当にごくわずかにこの両手のグリップ周りから振動がかすかに、ほんのかすかに感じ取れるぐらいで、車体後方、エンジンのあたりからの振動というのはほとんどないと言っても過言ではないと思います。このモデルは電子制御スロットルなどは採用していませんが、このスロットルの開けしろもこの前閉状態から全開まで一気にグイッとひねり切れるといった感じで、この辺りも峠道の走行のしやすさにつながっているのではないかと思います。タコメーターを見ますと、このモデルのレッドゾーンは9000回転、いや1万回転弱ですね。その辺りからとなっていますが、今峠道を走った印象としては、その辺りまでこのタコメーターが到達するというケースはなかなかないのではないかと思いますが、ただ速度の乗りがいいので、そういったことに関する不満というのも感じにくいのではないかと思います。上りの峠道ではそうですね、全体的にはエンジンにはそこそこ余裕があって走りやすかったなという印象です。今度峠道の下り、こちらは道も荒れているんですが、こういったところを走行していても、そうですね、CVT なのでスロットルを閉じた時のバックトルクというのはほとんどなく、スーッと惰性で走っていく感じではあるんですけれども、それでも車体自体はとても安定していて走りやすいなと感じます。ここまで走ってくる間に私はある種の確信を得ているのですが、このモデルはそのエンジンの排気量拡大などによる進化もそうなんですが、もしかしたらこの車体というか前後の足回りの進化の方が先代モデルと比べると変化が著しいかもしれません。実はホンダさんに行ってこの広報車を借り受けて街中を走り始めた時から、もしかしたらと思っていたんですが、前後のサスペンションすごく良くなっているのではないでしょうか。先ほどもコメントした通り、峠道のこちら側は道も荒れていますし、このように縦溝が切ってあったりと走りにくいエリアなのですが、こういったところもサスペンションの感触が先代モデル ADV150 とはかなり違っているといった感じがします。はい、今舗装工事したてで滑らかな路面からまた荒れた路面に戻ってきたんですが、そうですね、やはり前後のサスペンションかなり変わったような気がします。具体的に言うと、サスペンションのストローク量、それが増えているということはないと思うんですが、前後ともに私は動きがとても良くなっていると思います。こうした回り込んだコーナーの時もやはりリアがぐっと沈む感触もありますし、ちょっとやってみますが、フロントブレーキをかけた時のこのフロントフォークの沈み込み、これも先代モデルの ADV150 よりは自然なフィーリングが得られていると感じます。はい、それでは U ターンしてみます。はい、このモデルはアイドリングストップ機能がついているので、今アイドリングストップしましたね。で、この状態からちょっとでもスロットルをひねると、ごく自然にエンジンが再始動して走り出せるといった感じ。ホンダは二輪車用のアイドリングストップ機能については先駆者だと思いますが、
もうこのアイドリングストップ機能に関してはもうほぼ完成の域に達していると言って良いのではないかと思います。通常の走行であればこのアイドリングストップ機能の存在を意識することはまずない、意識する必要もないといった感じです。先ほど言ったサスペンションの感触を再確認するために今先ほどよりは速度を若干上げているのですが、やはりそうですね、このような回り込んだコーナーでもロードホールディングがすごく良くなっていると思います。確か先代モデルの場合は、前後のサスペンション、特にリアはリザーバータンク付きということで見栄えは良かったのですが、どちらかというと反発力が強すぎて路面のギャップなどを拾うとバンと跳ね返されるような、ライダーに伝わってくるショックもお腹にズンと響くような、ちょっと鋭角的なショックが伝わってきたかと思うのですが、このモデルではそのあたりがとてもうまく処理されていて、その振動の波形の頂点というか角が丸められているといった感じですので、前後ともにサスペンションのストローク量はそれほど増えている感じはしないんですが、先ほども言った通り前後ともにサスペンションはしなやかに動いているという感触があって、なおかつロードホールディングも大きく向上していると私は思います。またこういった変化は前後サスペンションだけではなく、タイヤももしかしたら変わったのではないかなという気がしています。 ADV150 がどの銘柄のタイヤを装着していたのかもうすでに記憶はありませんが、いずれにしても今日試乗しているこの ADV160 が装着しているタイヤに関しては感触もいいような気がします。あえて今路面の左端のギャップの多いところを走っているんですが、そうですね、ものすごく前後のサスペンションよく動くようになったと思います。私もこの変化についてはどうなんだろうと思ってネットで他の方のレビューなどに目を通してみたのですが、多くの方は相変わらずこの ADV160 になってもストローク量が少し足りないとか硬めであるとか、そのようなことを書かれていたかと思うのですが、こういったですね、多くの方と私の意見の違いについては考えられる要因がいくつかあって、まずはですね、タイヤ、ショックアブソーバーなどを含む慣らしがこの個体は進んでいるのではないかということ、そしてもう一つはアナウンスはされていませんが、例えばタイヤの味付け、構造などもその中に含まれますが、若干の仕様変更があったのではないかという可能性、そして私の感覚がずれているという可能性、これについてもし最後が該当したのであればそれは申し訳ないなと思いますが、私が今こうして走っている限りこの個体に関して言うと前後の足回りのフィーリングはとても良い。ちょっとそこまで言っていいのか分かりませんが、私が近年乗った記憶のあるスクーターの中では相当いい方ではないかと思います。こうしたコーナリング中のフィーリングもいいんですよね。タイヤのグリップ感も感じられますし、前後のサスペンションが大小さまざまなギャップを拾うときにスムーズに伸び縮みして、なかなかタイヤを路面から離そうとしないといった感触もあって、これはいいなと思います。ですので峠道の冒頭で速度の乗りもいいようだとコメントしましたが、この前後の足回り、タイヤの良好な感覚があるので、速度が若干上がった状態でこの峠道を走っていても全く怖さを感じません。今コーナリングだったので特に感じられたのですが、リアに荷重が乗った時のフィーリングが特にいいような気がします。私はこういったスクータータイプの乗り物ではコーナリング時に、実際にはそのようなことはないんですが、どうもリアタイヤをアウトに振り出してコーナリングしているような感覚を得ることが多いのですが、このモデルは足回り、タイヤの感触がいいのか、そういった傾向も相当に抑えられているといった感じがします。ブレーキに関してはどうでしょうか。まずはスクーターなのでリアから、先ほど少し強めにレバーを握ってみたのですが、ブレーキの効き方としては唐突感がなく、これはこれで使いやすいのではないかと思います。
ただ私がイメージしていたよりは若干ですけれども制動距離が伸びるようで、そうですね、この手の乗り物であれば私はそんなに唐突にブレーキが効くよりはこれぐらいのチューニングの方が使いやすいのではないかと思います。このリアブレーキをかけている時もリアサスペンションがぐっと沈むのが分かって、むしろこの方が好印象ですね。次にフロント。はい、もう一回やってみます。今回スクーターということでカメラの付けどころがなく、なかなかサスペンションの特にフロントの動きはお伝えできていないと思いますが、レバーを握った時にフロントフォークがスッと沈む感じ、そこから若干反発力が強いので押し返してくるようなところがあって、もうちょっとしっとり感欲しいなとは思うんですが、それでもこのフロントサスペンション、テレスコピックフロントフォークの動きも私は良いと思います。前後のブレーキを併用すればこんな感じでかなり強い制動力も発揮されるので、私はこの前後のブレーキはとても使いやすいと思います。あと車体に関してですが、このモデルは PCX160 と兄弟モデルと言っていいのか分かりませんが、基本的な構造、エンジン、フレームなどを共有しているので、とてもしっかりしていると思います。確か PCX はモデルチェンジを重ねて、比較的新しい世代となってからは、スクーター用のダブルクレードルフレームと言っていい構造の車体を採用していたかと思いますが、その関係もあって、車体はとてもしっかりしています。ここは比較的ギャップの多いエリアでこのように橋のつなぎ目などもあって、さすがにですね、こういった多少大きめのギャップを拾った時というのは、前後ともに比較的小径のホイールを採用している乗り物なので、大きなショックを伝えざるを得ないというところはありますが、そういった場合でもその処理の仕方がこのモデルはうまくできていて、やはりですね、先ほども橋のつなぎ目を勢いよく踏んだ時もライダーにズンとお腹とか背骨に響くような不快な振動は伝わってこないわけじゃないですけれども、うまく頂点が丸められてそんなに嫌な感じがしないようになっています。よくできていますね、この前後の足回りは。私は先代モデル ADV150 の前後ともにとても固めな感触が記憶に残っていたので、はっきり言ってここまで良くなっているとは思いませんでした。このモデルに関してはエンジンの排気量拡大による動力性能のアップの方が目玉かと思っていて、おそらくですね、多くの皆さんもそう思っているんじゃないかと思いますが、私はこの前後足回りの感触が改善されていることの方がより大きい変化であるような気がしています。ということで、まずは ADV160 でいつもの峠道を走ってこのモデルの基本的な感触を確認してみました。それでは。